皆さんこんにちは。日本語スタジオラジオスタラジの時間です。今日も私、日本語教師の静香とアシスタントのヨッシーが簡単な日本語で日本の生活や文化について話します。このポッドキャストで私たちと一緒に新しい文法や単語も勉強しましょう。今日もよろしくお願いします。今日もスペシャルコンテンツあります。あります。ちょっと聞いてくださいよ。どうしたんですか？この前友達とご飯を食べたんですけど、レストランに行ったんです。なんか結構人気があるみたいで、それは Google レビューで分かってたからいいんですけど、6時くらいに行って並んでるかもって思ってたんで、それも分かってたんですけど、それで行ったらやっぱり満員だったんですよ。ところで最近の観光客の人たちって結構ローカルのお店に行きますよね。なんかヒドゥンジェムみたいな。最近はほらアプリで簡単に翻訳ができるし便利になりましたよね。そのお店もかなり外国人観光客が多かったです。待てば入れるので私たちは待つつもりだったんですよね。そしたらお店のドア開けた瞬間に店員さんが手でバツを作ってノーノーってジェスチャーして、で私たちが日本人だって分かってから次は日本語で今いっぱいなんですって言って、それで終わりですよ。普通お待ちくださいとか言いますよね。しかも話し終わらないうちに後ろ向くんですよ。そんな店もう待っても食べたくないですよね。友達もちょっと怒ってました。終わりですか？つまり店の人の態度が悪くて嫌な気分になったっていうことですよね。そうです。静香さん、今日は話をまとめることについて勉強しませんか？まとめるはたくさんあるもの、散らかったものを整えるという意味ですね。つまり話を分かりやすく短くするということですね。じゃあレッスンからやってみましょう。レッスンから？どういうことですか？今日はまず最初に使えるフレーズを紹介しますから、それを使ってスキットをまとめる練習をしましょう。そういうことですか。スタラジ日本語レッスン。一つ目、つまりです。違う言い方にしたり簡単にまとめたりするときに使います。短いダイアログで練習してみましょう。私が A さんの文を作るので、ヨッシーは B さんの文を考えてください。はい、頑張ります。父のお兄さんが明日から遊びに来るんだ。つまりおじさんだね。社長にもう明日から来なくていいと言われたんだ。つまりクビになったということ？このスニーカーは USA リミテッドだと書いてあるよ。つまり日本では買えないっていうこと？いいですね。つまりは何々ということとセットでよく使われます。話が理解できないときはどういうこととよく言いますね。それで理解できたら、そういうことかと言いますね。じゃあ長い話になると分かっているときはどうしますか？そうですね。そのまま長くなるんですがと言って話し始めてもいいし、最後の結論だけ言ってもいいと思います。最後の結論だけを言うときは一言で言うと、手短に言えばなどを使いますね。一言は漢字を見ればわかりますが、数字の1と言うですね。ワンフレーズですね。手短は簡単にという意味です。時間がないので手短にお願いしますは、時間がないから説明はシンプルにしてくださいという意味になります。じゃあ静香さん、シンデレラの話を一言で説明してください。男は顔のいい女が好きだという話です。じゃあ白雪姫を一言でお願いします。顔がいいだけで殺されることもあるけど、顔がいいから親切にされることもあるという話ですね。シュレックはどうですか？結局顔のレベルが同じ人と結婚するという話ですよ。シュレックさん、ちょっと炎上しそうなのでやめてください。炎上するは燃えるという意味ですが、
最近はインターネットやメディアの言葉として使われます。インスタグラムが炎上したというと、つまりインフルエンサーなどが何か問題のあることを言って、それでファンやアンチが起こるということですね。うまくまとめましたね。よし、途中で話が変わってしまった場合は、どういう言葉で表現できますか？話がそれたとか、話が二転三転するとか、シンプルに話が変わったでもいいと思います。そうですね。それるは狙った方向、進んでいた道から外れるという意味です。最初のストーリーラインから違う方向に行ってしまったという意味ですね。二転三転は、一点は一度別の方向へ転がって、二点で二度目、三点で三度目。つまりいろいろな方向へ変わるので、トピックがどんどん違うものになるイメージです。ここから目的のトピックに戻したいときは、本題に戻ります、話を戻してなどのフレーズを使うといいですね。本題は本当の題なので、つまりメインテーマですね。では最後、長い話を終わらせるときにどんな言い方をすればいいでしょうか？つまり、まとめると、最終的に、結局などですか？まとめるは最初に紹介しましたね。サマライズするという意味ですね。話をまとめることもできるし、物をまとめることもできます。女の人は髪をまとめるという言葉もよく使うと思います。ポニーテールにするときに髪をまとめるという人がいますね。最終的にはちょっと難しく聞こえますが、最後にはという意味ですね。新しいリーダーを決めるのにいろいろな意見が出たが、最終的に山田さんに決まったなど。結局も同じですね。新しいスマホを買おうと思って店に行ったけど結局買わなかったとか。そうですね。結は結果、結婚などに使う結ぶという漢字で、これで締めるという意味ですね。局は囲碁の言葉でゲームという意味です。囲碁は東アジアのチェスのようなゲームですね。つまり結局はゲームの結果ということだったんですね。初めて知りました。私はとにかくという副詞をよく使います。いろいろ説明するのも大変なので、すぐに言いたいことに持っていくときに便利です。なるほど。言いたいことですか。つまり私が言いたいのはという言い方もありますね。結局何が言いたいんですかとかね。静香さん、いろいろな話のまとめ方を勉強したので、そろそろスキットを聞きませんか？お、そろそろもいいですね。話を終わらせたいときに使えます。とにかくスキットを聞きましょう。静香先生、どこに気をつけて聞けばいいですか？そうですね。今から2つ長い話を聞いてください。話が終わったら、その話をまとめて質問しましょなるほど。今勉強したフレーズを使って長い話の中で気になったことを質問するんですね。う。それでは最初は日本語学校の PR です。よっしー、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。ABC 日本語学校の校長、山田です。今日は私たちの学校を紹介します。ABC 日本語学校ではいろいろな国の学生が毎日日本語を勉強しています。日本に来て最初は大変なことが多いと思います。言葉がわからない、友達がいない、仕事が見つからない。そんな時、ABC 日本語学校はあなたの力になります。私たちの学校では話す、聞く、読む、書くをバランスよく勉強します。ひらがな、カタカナ、JLPT、大学受験、就職までしっかりサポートします。勉強だけじゃありません。いろいろなイベントもあります。例えば花見や夏祭りなどです。日本の文化を楽しく学ぶチャンスがたくさんあります。イベントで友達もできます。今10月からの
新しいクラスの準備が始まっています。ABC 日本語学校で勉強したい人は8月31日までに入学テストを受けなければなりません。もっと知りたい人は ABC 日本語学校のホームページを見てください。私たちは皆さんを待っています。一緒に楽しく日本語を勉強しましょう。さあ皆さん、質問はありますか？少し考えてみてください。では、よし、質問がありますか？つまりテストに合格しないと入学できないということですか？いい質問ですね。山田先生の代わりに答えると、レベルチェックテストですから入学できないことはないそうです。よし、他に質問がありますか？つまり10月以外に入学できるタイミングはないということですか？日本語学校は基本的に4月入学と10月入学です。なるほど。じゃあこんな質問はどうですか？学生たちは ABC 日本語学校を卒業したら最終的には日本で就職できるということですか？就職のサポートもしていますが、卒業後に何をするかは学生の自由だそうです。話をまとめて質問を作るのは難しいですね。集中しないといけません。では次の長い話を聞いてください。皆さんの友達が聞いてほしいことがあるそうですよ。ねえ、ちょっと聞いてほしいんだけど、実は最近会社にちょっと気になる人がいて、いや、好きってほどじゃないんだけど、なんか会うとドキドキするっていうか、まあ最初は全然タイプじゃなかったんだけどね。むしろちょっと苦手だったの。何考えてるか全然わかんない感じで。でもさ、こないだ飲み会でたまたま隣になって話したら、結構話があったんだよね。趣味とか同じだったの。それに、この人結構優しいかもって思って、それで LINE もするようになって、この前は2人でご飯行ったんだけど、でも返信めっちゃ遅いのよ。昨日の LINE の返事もまだ来てないの。友達かって思うじゃん。でも会社では普通に話すし、次はバーに行かないって言われたし、いやどっちって感じ。てかそもそも私って今本当に恋したいのかな。前の彼のことも思い出すんだよね。寂しいだけなんかな。でもやっぱり一人は嫌だし、でもこの人とは付き合っても続かないかな。でも会ってる時は優しくて楽しいんだよ。もう自分でも何が言いたいのかわからなくなってきた。はい、これは女の人のグループなら楽しく話せるでしょうね。僕は男なので結局何が言いたいって思ってしまいます。厳しいですね。ではヨッシーと皆さん、難しいと思いますが、この人の話をまとめてください。つまりその人と付き合いたいっていうこと？いや、今はまだそんなこと考えてないけど、好きなのかどうかわかんないし。つまり自分の気持ちがわからないっていうことだよね。そうかな。聞いてもらったら自分の気持ちが分かってきたかも。結局どうするかは自分で決めるしかないけど、その男の人はあまりいい人じゃないと思うよ。よしこちゃんは彼に会ったことないのになんでわかるのよ。アドバイスが欲しかったんじゃないの？よし、こういう時はそっか難しいねと言えばいいんですよ。話をまとめる練習でしたよね。話をまとめるのはいいけど、アドバイスまでするのはやりすぎです。女の人と話すのは難しいな。それでは気分を切り替えて、今日も AI が作った歌を聞いてみましょはい、今日勉強したフレーズを思い出して聞いてくださいね。とにかくとにかくとにかく一番うまい日本食って何？寿司かなって思ったけど、ラーメンのことももう一
食べたいつまりそういうことどっちかって選べれない話はいつもどこかにそれていく最終的にねこうなるのどっちか選ぶのは無理なんですだって人は迷う生き物だしつまり2点3点するのが人生さとにかく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 まとめると寿司もラーメンもごちそうさとにかく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 まとめると好きなものはたくさん方法がいい結局それが一番はい、皆さんどうでしたか？この歌は話がまとまりませんね。ところで皆さん、日本食で一番好きなのはどれですか？よかったらコメントください。皆さん今日のスタラジはどうでしたか？長い話を聞くのは自分の国の言葉でも難しいのに、外国語のリスニングはもっと大変ですよね。そうですね。最後まで話を聞くのもマナーですが、本当にわからなくなったらすみません、ここまでの話をまとめるとこういうことですかと言ってもいいと思います。ところで静香さん、今日の最初にレストランについて愚痴ってましたけど、結局どうしたんですか？違うレストランに行きましたよ。私はレストランの店員さんのマナーには結構厳しいんです。そういうの日本人らしいですね。日本人が書いた Google レビューはかなり厳しいですよね。そうですね。私は日本人のレビューを信頼してますけど、話がそれましたね。そろそろ時間ですから今日はこれで終わりましょう。それでは皆さん、次のスタラジもお楽しみに。また来週。